チャンピオンズリーグ準決勝第1戦 PSG5 対4バイエルンミュンヘン。チャンピオンズリーグ準決勝第1戦、パリ・サンジェルマンがバイエルンミュンヘンを相手に5対4で勝利しました。ホームのパリ・サンジェルマンが用意した武器は圧倒的なスピードと息の詰まるような前線からのプレッシングでした。今大会に参加した全チームの中で間違いなく最高レベルと評価されるパリのこの強烈なプレスは、バイエルンミュンヘンという巨大な戦艦のエンジンを強制的に停止させようとしました。ミュンヘンのサイドバックが前進した後の広大な背後のスペースはパリのアタッカーたちにとって完璧な狩り場となりました。パリの猛烈なプレスと圧倒的な決定力、特に不備着バラツヘリアの存在感は相手にとって最悪に近いものでした。単に個人の技術で相手を破壊するだけでなく、彼は戦術的な献身という武器まで備えた完全体でした。攻撃時には誰にも制御できないドリブルとテンポでミュンヘンの右サイドを切り裂き、守備時には自陣のペナルティエリア付近まで全力でスプリントして戻り、ヌーノ・メンデスをサポートするという驚異的な運動量を見せつけました。これこそがパリが今シーズンのチャンピオンズリーグで見せている攻守のバランスの革新であり、彼らがなぜ欧州の覇権を狙う資格があるのかを証明する場面でした。ウスマン・デンベレがミュンヘンの幹の根を止めるかのようなダメ押しゴールを決め、スコアを5対2に広げた時、アリアンツアレーナを除く世界中の全ての人々がこの勝負は事実上決したと思ったことでしょう。パリはほとんどミスなく完璧に近い決定力で5ゴールを叩き込み、自分たちの全盛期の到来を宣言していました。バイエルン守備陣の崩壊と苦闘。しかしミュンヘンの守備陣が味わうことになった苦痛は惨憺たるものでした。ヨナタンターはパリの破壊的なスピードに対処できず、終始揺さぶられていました。レアル・マドリード戦から露呈していた彼の弱点は、今日パリの前線のアタッカーたちの前でさらに赤裸々になりました。高いラインを維持しなければならないミュンヘンのシステムにおいて、相手のスピードを制御できないセンターバックは時限爆弾のようなものです。それでもダイオウパメカノが孤軍奮闘し、超連的なカバーリングを見せていなければ、ミュンヘンは5失点どころか歴史に残る大惨事を経験していたかもしれません。さらにマヌエル・ノイアーのビルドアップの過程で出た致命的なミスとレオン・ゴレツカの狭すぎる活動範囲は、中盤と最終ラインを緩慢にする元凶となりました。守備の亀裂、ミッドフィールダーの機動力低下、ゴールキーパーの不安まで、一般的なチームであればこの5対2のスコアを前に完全に白旗を上げ第2戦を諦めていた状況でした。さらに伊藤ティロキのような戦力はレアル・マドリード戦に続き、今日のような乱戦の中でも徹底してベンチを温め、首脳陣からの信頼を完全に失ったことを示唆しており、ミュンヘンは薄くなった盾で爆撃に耐えなければなりませんでした。諦めないドイツ帝国、驚異の追い上げ。しかしバイエルンミュンヘンは決して崩れないドイツ帝国の象徴です。3点差でビハインドを追い、試合が完全に壊れたと思われた瞬間、彼らの真の底力が発揮され始めました。諦めるという言葉を知らないこの赤いユニフォームは徐々にパリの陣地を侵食していきました。ミュンヘンが反撃ののろしを上げる過程は技術と闘志の完璧な結合でした。数多くのチャンスを逃しながらも最後まで諦めずに4ゴールをねじ込んだミュンヘンの波状攻撃の中で、最も輝いていた瞬間は間違いなく最後の得点シーンでした。ハリー・ケインというアタッカーがなぜ単なるストライカーを超えたマエストロであるのかが証明された瞬間、彼がハーフライン付近まで下がってポストプレーを展開しスペースを確保した後、ディフェンダーの死角をついて回り込む味方に向けてスルーパスを通したプレーは視野と技術の極致でした。そしてこの完璧なパスを芸術へと昇華させたのはルイス・ディアスでした。刹那の瞬間に見せたディアスのファーストタッチ、そして続くサードタッチでボールを軽く押し出し、ディフェンダーのタイミングを完全に奪い去るその精緻なフェイント動作は、人間の反射神経と技術が到達できる最高到達点のプレーでした。そのたった一つのゴールは5対2の絶望を5対4の希望へと変える、今日の試合における全ての戦術的欠陥を覆い隠すほど純粋な技術の結晶でした。決戦の第2戦へ、アリアンツアレーナでの死闘の行方。残すは第2戦です。スコアは5対4。バスケットボールや野球のスコアボードでしか見られないようなこの凄まじい乱打戦の結果は、事実上1点差という最小限の格差だけを残したまま、ミュンヘンのホームアリアンツアレーナへと舞台を移します。おそらくこの1点差はホームアドバンテージを考慮すればないも同然かもしれません。さらにミュンヘンには希望的な要素が待っています。ベンチ入り禁止処分により観客席から死闘を見守らなければならなかったバンサンコンパニ監督のタッチライン復帰。負傷で離脱していたカールとビショフの第2戦復帰見込み。彼らの合流は薄くなったスカッドに深みを与えます。最近リーグ戦で得点を重ねてフォームを上げているジャクソンの変則的な起用は
パリの守備を撹乱する素晴らしいカードになるでしょう。そして何より、常に決定的な瞬間に輝きを放つジャマル・ムシアラの存在感は、第2戦の大逆転劇における最も強力な根拠となります。一方のパリ・サンジェルマンもまた、今日の試合終盤に負傷の疑いで懸念を抱かせたアクラフ・ハキミの状態に大きな問題がないことを切に願っていることでしょう。彼らの爆発的な攻撃力はアウェーでも決して衰えることはないでしょうが、アリアンツ・アレーナのプレッシャーの中で今日のように守備の隙を与えてしまえば、1点のリードは車上の楼閣のように崩れ去る可能性があります。明日予定されているアーセナル対アトレティコ・マドリードの試合が、おそらく互いの弱点を突き合う必要な守備戦術の調演、いわゆる泥沼の戦いになると予想される中、今日パリとミュンヘンが見せたこの攻撃的なロマンティシズムは世界中のサッカーファンを楽しませてくれました。